今回は先日見つけたマジッククリップを使ってみます。説明によると先の方が細くなっているので際まで縫えるそうです。開けて使ってみます。今回はエクストラスモールという小さいものを使ってみます。開けるとこんな感じで先が細くなっています。クリップには2つメモリがついています。短い方と長い方。1センチ縫うときはこのライン、2センチのときはこの奥のラインに合わせます。まず2センチ縫ってみます。2センチならこの奥まで留められます。外さずに縫えるのがこのクリップの特徴です。こんな風に縫えてます。次は1センチの縫い代で縫ってみます。1センチはこの先の方のメモリに合わせます。1センチを挟むときは7ミリくらいのところを挟むのですが、このようにしっかりと留められるようになっているので、ずれることなく縫うことができました。こちらのクリップが便利だなと思った使い方を紹介します。1つ目は切り替え合わせです。この切り替えを縫うときにずれやすいのですが、このクリップを使うと取らなくて良いのでずれにくくなります。切り替えの上に留めます。綺麗に縫えています。クリップを上に留めた理由は、上からミシンで縫っていった時にミシンの送りで下の方にずれてしまうのを手前のところで防ぐことができるからです。普通に縫うと上から少し下の方にずれてしまいます。クリップをつけたまま縫うことでここのずれが防ぐことができます。次に仮縫いせずに縫えるところです。例えば D カンをつけたい時など一度いつも仮縫いをしますが、つけたい位置に留めてクリップで留めます。つける時は少し浅めに挟みます。1センチだったら5ミリぐらいのところを留めます。表に返してみます。このようについています。切り替えのところもきれいに縫えています。3つ目はバッグの紐付けです。紐を仮縫いしてつけますが、これも仮縫いなしで留めるだけでつけられます。これも少し浅めに留めます。ちなみにこのクリップは表と裏があります。裏の方はフラットになっているので
表と裏は間違えないようにします。5ミリくらい挟んで重ねて縫います。仮縫いせずに紐がつけられます。とても便利なクリップですが、デメリットはあります。1つ目はお値段が高いことです。6個で1800円ぐらいします。2つ目は縫う時に最初少し怖いことです。このクリップの上を縫ってしまうと針が折れてしまわないかととても不安になります。慣れてくると大丈夫ですが、それで無理な方もいるかもしれません。なくても良いけど、あると便利なクリップです。